します。ありがとうございます。麺に出ます。なんでラーメンがしたんですか？生まれてからずっと好きでいられたもの、唯一ラーメンだけだったんですよね。とにかくどれか盛り付けだったり、商品の斬新さだったり、そうもやっぱ天才的だと思います。醤油ラーメン上がります。はい、お願いします。ラーメンの域はもう全然もう超えちゃってますね。美味しかったの一言じゃ申し訳ないです。お気をつけてお上がりください。お待たせいたしました。お願いいたします。店名は雫一滴でも美味しいものっていう意味が込められてます。いつもありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。2025年の5月25日ですね。今、29です。じゃあそれまでは武漢で修行されたって言ってましたけど、ここで店長やらせてもらって独立しました。プランさんっていうスプレーアートのプロのアーティストさんにお願いしました。カラフルな感じで、ハッピーな感じで作ってもらいました。チャーシューは3種類あるんですか？はい、炭火焼きの肩ロースとホロホロの腕肉、しっとりとした鶏胸肉の3種類あります。炭火に油を落としてジュワーってなるじゃないですか。その油をまとわせることで炭火の香りをつけるっていう感じです。これは豚肉の腕肉です。これはガンガン沸騰したお湯で3時間から4時間ぐらいがっつりボイルして繊維を崩していきます。ニンニクだったり生姜だったりネギだったりをちょこっと入れて臭みを消す野菜を足します。スープとはまた別です。ただ豚肉のいいお出汁が出るので、このスープで限定麺のスープを作ったりもしますね。これ腕肉ですね。ボイルしたやつをタレにつけて。結構うちで人気の鶏胸肉なんですけど、ハーブとお塩で味付けをしたものを低温調理してます。うち今塩ラーメン、醤油ラーメン、かき塩ラーメンやってるんですけど、全部スープ違いますね。醤油ラーメンは貝だしのスープと鶏豚の清湯スープを合わせたダブルスープになってるんですけど、鶏豚のスープは塩ラーメンで使ってるスープなので、貝だしのスープだけ新たに変えてるって感じです。鶏と豚のガラは背ガラとげんこつですね。であと野菜、長ネギ、生姜、玉ねぎぐらいですね。入ってる血を取っていきます。
プってどれぐらい煮込んでたりするんですか？大体8時間で、最高12時間ぐらいですね。ちょっとその日の気温だったりで変えてます。取られるんですか？これは作り置きしてる醤油だれですね。4種類の醤油だったりとか、お砂糖だったりみりんだったりの調味料と香味野菜、ネギ、ニンニク、生姜を入れてふつふつと煮たものですね。4種類のお塩とザラメだったり、ちょっと白醤油も入れたりしながら作ってます。なんでラーメンだったんですか？生まれてからずっと好きでいられたもの、唯一ラーメンだけだったんですよね。自分がなんかラーメンなんて作れるはずがないっていう風に思ってたんですけど、修行先のお店の創始者の方、小松崎さんに自分のラーメン作ってみろよみたいなことを言ってもらって、でそこからちょこちょこラーメン作り始めて、小松崎さんに味見てもらってラーメン作りに目覚めていったって感じです鶏の皮のポン酢みたいな、アルコール頼んでくれたお客様にサービスでおつまみを出すんですけど、ミキサーにかけます。大葉とくるみと背脂、大葉のペーストを作ってまして、でラーメンの味変に添えるんですけど、それを今仕込んでます。ヒーローさんってどういう人なんですか？とにかく努力家、盛り付けだったり、商品の斬新さだったり、そういった発想もやっぱ天才的だと思います。雫の盛り付けって結構褒められるんですけど、これをこの1位に乗せたいな、でもちょっとこれだとっていうのを長谷が改善してくれるんですよね。発想をくれたりとか、美しく盛り付けをブラッシュアップしてくれるのは長谷のおかげですね。竹蔵なんですけど、もともと中華の有名店で働いてたりとか、料理人歴が長いんですよね。で自分がやっぱりラーメン歴とか経験、知識だったりがまだまだ勉強しなくちゃいけないなっていうところがたくさんあるので、そういう部分を縁の下から支えてくれるじゃないですけど、そういう部分でサポートしてくれてます。経営者って一番熱量が必要なので、その熱量がある人にやっぱみんな惹かれていくというか、まあお金だけじゃないので仕事は。2日間ぐらいこれのタレにつけといて使用するっていう感じですね。チャーシュー丼がありまして、それのネギ塩ソース。
麺って2種類あるんですか？塩ラーメンの麺と醤油ラーメンの麺があります、白い方が塩で黄色いのが醤油です。加水率が大きく違います。黄色い方はスルッとプリッとしてて、白い方は加水率が低いんで、ちょっとパリポキっていうか硬めの食感です。油を落として、25のすり切りがちょうどいいと思う。海外の方向けの英語表記メニューです。海外の方も結構来られるんですか？あ、そうなんです。リーガルロイヤルホテルが斜め向かいにあるんで、結構海外のお客様多いです。お酢ですね。ワインビネガーにディルっていうハーブをつけてます。お待ちいただきありがとうございます。今日はありがとうございました。これでございます。お勧めいらっしゃいませ。締めにメニューを。醤油ラーメン味玉です。スタッフ様麺入ります。スタッフ様醤油ラーメン麺上がります。はい、お願いします。醤油ラーメン麺入ります。はい。お願いします。下草麺出ます。醤油ラーメン味玉ですね。お待たせいたしました。はい、ゆっくりどうぞ。これからございます。こちらどうぞ。塩ラーメンです。はい、ありがとうございます。お願いありがとうございます。塩ラーメンいただきました。はい、ありがとうございます。4択様塩ラーメン麺入ります。
花干しそっていう食用かさ。出ます。失礼します。お待たせしました。塩ラーメンです。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。席どうぞ。初めて。初めてですか？美味しかったです。美味しかったですか？はい。ありがとうございます。特製塩ラーメン4つその麺入ります。特製塩ラーメン4択様麺上がります。お願いします。ちょっと入れます。お願いします。さっき小松菜とメンマですね。失礼します。お待たせしました。特製塩ラーメンでおす。待たせいたしました。お待たせしました。席どうぞ。すごいあっさりしてて毎日食べれるようなあ安心できるような、はいさっぱりとした味でした。麺上がります。はい。お願いします。コーヒー OK です。えい。裏からティッシュ取ってきます。お待たせいたしまお待たせいたしました。した。醤油ラーメンです。で、ケータどうぞ。どうぞ。失礼します。お待たせしました。特製醤油ラーメンです。お待たせしました。ゆっくりどうぞ。失礼いたしました。で、ケータどうぞ。席どうぞ。二択様麺入ります。お願いします。秋塩ラーメン二択様麺上がります。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いいです。三択さん。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。秋塩ラーメンです。お待たせいたしました。もう一つラーメン紹介します。あすごいですね。で、ケータどうぞ。ゆっくりどうぞ。白髪。先に食券のご購入お願いいたします。すいません。いらっしゃいませ。こちらのお好きです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもいらっしゃいませ。どうも、いらっしゃいませ。お願いいたします。ありがとうございます。
ざいます。ありがとうございます。塩ラーメン召上がります。はい。お願いします。水田クリセット系。セット系。お願いします。ネギ塩。はい、ネギ塩です。ネギ塩系。しました。塩ラーメンです。刻み肉トッピングとチャーシューご飯、ネギ塩ニンニクソースです。ゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。ラーメン取ります。失礼します。食べております。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。スタッフ様、間間取ります。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。奥さん様、ラーメン出ます。お願いします。お待たせいたしました。そう。お席どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。目上がります。お願いします。お待たせいたしました。いつもありがとうございます。目切りどうぞ。何を食べられたんですか？特製塩ラーメンです。うまかったですよ。ああ、そうですか。はビネガーとか入れてたとあ、はいはい思うんですけど、味がまた変わってさっぱりしてうまかったです。2回目で、前は3種のチャーシューの塩の方を食べて、ですごい美味しかったんで、なんか塩が特徴があって美味しいですね。麺に入れます。お願いします。お待たせいたしました。特製塩ラーメンおいたします。お待たせいたしました。ゆっくりどうぞ。うちあえ玉っていうのがあるんですけど、あえ玉の代わりにあえ玉って言ってこうちょっと混ぜて食べるような、うちは今牡蠣のあえ玉っていうのを出して、はいそれに一緒に味の変化を楽しんでもらうためにハーブバターを一緒に添えて出すんですけど、二択様です。お待たせしました。かき揚げます。食べ方ご存知でしょうか。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。そのまま一回混ぜていただいて、そのまま食べていただいて、それからそちらのスープをこちらに移しながら、コントロールを加えつつ、味を楽しんでいただきます。わかりました。ありがとうございます。だけど、多分10回ぐらい来てあまあ、そうなんですか。す。久しぶりにはまりました。だしとか、香草みたいのとか、よく聞いてて美味しいです。塩ラーメンを食べました。あとあえ玉を食べました。ちょっとかき混ぜて、それだけでも美味しいし、追いスープしても美味しいんですけど、複雑な美味しさ、ラーメンの域はもう全然もう超えちゃってますね。あえ玉を食べた時は、あれイタリアンにも来たのかなみたいな、ちょっとペペロンチーノ風な風味もあったりして、だけど元あったデフォルトのスープと合わせるとちゃんとラーメン
稲がとか味ってどんな感じに変わるんですか？相乗効果で両方の旨味がこう入ってくるような感じで、美味しかったの一言じゃ申し訳ないですタイミング合えばよろしくお願いします。ごちそうさまでした。様でした。どうもありがとうございます。お預かりしますはい、はい、少々お待ちください。特製醤油ラーメンはい、お待たせいたしました。店名って由来とかってあるんですか？もともと一緒に独立するメンバーがもう一人いて、その方に名付けてもらいましたね。雫一滴でも愛されるようにとか、雫一滴でも美味しいものをっていう意味が込められてます。醤油ラーメン上がります。はい、お願いします。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。お帰りください。はい、お願いします。こちらが一番下に行きます特製塩ラーメン1タック様目上がります。特製塩ラーメン1タック様目上がります。スープめちゃめちゃなんか出汁が効いてて、飲んで感動したのと、見た目がすごい綺麗で、トッピングも全部こだわりを感じて、チャーシューも3つともすごいホロホロですごい美味しかったです。わかりますか？いたしました。いたしました。お願いします。やり方でありがとうございます。ありがとうございます。3回目の醤油を今日は塩なんですけど、やっぱり塩ラーメンで美味しいところだと醤油も食べてみたくなっちゃって、美味しいですね。うまみたっぷりで、しつこくなくて醤油の香りが良かったです。はい。でも5タック様ですよね。あ、そうです。ありがとうございます。なんでもお待たせいたしました。3種のチャーシューと味玉の醤油ラーメン、いわゆる特製の醤油ラーメンを推してます。はじめにメニューをお選びください。発見が完全に停止するまでお待ちください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。麺10タック様麺入ります。入れます。お帰りください。10タック様特製醤油ラーメン麺上がります。
お客様の特製塩ラーメンに味とムチで大丈夫です。よろしくお願いします。滝塩ラーメンです。お願いします。失礼いたします。特製醤油ラーメンです。ごゆっくりどうぞ。発見が完全にはい、どうも上がります。はい。初めにメニューを選びお待ちください。お取り忘れにご注意ください。いつもありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございます。毎日楽しいですね。もちろん大変な部分だったりとか、労働時間とかもやっぱ長くなっちゃうんで大変だったりはするんですけど、自分の好きなことを好きなようにやれてたりとか、好きなメンバーと一緒にこうストレスなく働けたりとか、あとはお客様たちもやっぱ半年間お店やってきて就業先時代から応援してくださってるお客様もいるんですけど、新たな早稲田っていう土地で応援してくださるご近所さんとかも増えてって日々楽しく過ごしてますまたぜひよろしくお願いします。